んにちは、メイです。今回は千と千尋の世界をタイニーグレードで再現していきます。頑張って作っていくので応援するよという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。油屋編が前編で、後編で両親が豚になった町を作ります。それでは早速作っていきます。まずは油屋を支える真っ赤な土台ですね。色は赤、柵はなし。今は血迷って木目にしていますが、後で漆喰にしていきます。見えないところは赤を塗らない。レバー輪の主線度的なところを見せていきます。血迷った角を消し去っています。油屋の土台は結構大きめに作ります。正確な数字はわかりませんが、家4軒分ですね。土台ができたのでお客様が入る建物を作っていきます。これが本体ですね。最大限に高くしていきます。油屋の入り口を作ります。木枠にグレーの屋根を扉前につけます。足が出るギリギリのラインを狙っていきます。穴を開けることが難しいので扉をつけます。建物を何分割にすれば良いのですが、面倒なことはしません。油屋を囲う塀を作っていきます。塀は2つに分けて作っていきます。下は白黒で上が赤で屋根が明るい緑です。設定資料を読み込んでいたつもりで、思い込みが激しい塀の付け方をしています。つまり間違っていたということですね。全体を囲うように塀をつけていますが、正しくは後ろには塀がありません。柵を使えばいいじゃんと思ったそこのあなた。高さが足りず柵が使えませんでした。橋の下部分はあまり劇中では描かれていないところですね。映画を見てもよくわからなかったので、市販されているミニチュアを参考にしました。入り口上の窓を作っていきます。何用なのかは理解していません。神社とかそういう和風建築にありそうですよね。ガラスのついていない窓を作って窓を作ります。うまくできない時は違うところで作って持ってこれば意外とハマります。この窓も色を変えれるんですよね。ついでに他の窓も変えておきました。レンガの柵を使って入り口の門灯をつけていきます。これが柵の一番最大の高さですね。ランプを4つつけていきます。アプテで柵の最大の高さの更新を祈っておきます。ボーロを作っていきます。ボーロとは物見櫓のことですね。映画の中では出てきてなかったかと思います。こんな建物あったっけと思って名前がわからず、岡田さんの解説でようやく知りました。ロマンアルバムに収録されている地図で、この塔の名前が載っています。この油屋で何を意味するかは解説されていなかったのですが、何かありそうな感じですね。良くないものが紛れ込まないようにする見張るものなのかもしれないですね。お湯の出る岩が手前にありますが割愛します。そこに合う前の大きめの窓を作っていきます。この時の私は場所を勘違いしているので原作とは違う位置にあります。後で直すので OK です。左側の側面を作っていきます。千尋がかまじいのとこに行く時に使う外の階段ですね。途中までは木ですが、途中からはコンクリートなので白系のレンガを使っています。残念ながら千尋を受け止めた壁はありません。かまじいの扉をつけます。上の方がかまじいへの扉ですね。細かい階段はある程度作れたら OK なので、割と大きめに作っています。この高さなら柵で階段をつけられますが、面倒なので家で階段を作っています。内側にめり込ませれば小さめの階段もできます。階段が終わったので窓の取り付け。カエルがタバコをふかしていたところですね。煙突とつながるところを作っていきます。ミニチュアを参考にしたので映画とは結構違う感じですね。配管をつけていきます。配管は柵です。基本操作の動画を出しているので合わせてご覧ください。へこましていきます。こういうくぼみは新しく家を建てるしかないですね。左側面の下だけできました。煙突を作っていきます。土台は出っ張りがあるので、四角の建物を中に入れて形を作ります。大きめ配管を建物で作ります。角を丸くできたらさらに最高でした。細長く煙突をそびえ立たせます。塔の最大の高さも3つです。煙突上の方の飾りをつけます。煙突完成。間違っていたところを消します。正面に向けて直します。千尋がいらん水捨ててた庭でしたね。左側のウェブを整備していきます。建物を拡張します。左側に寄ってしまいますが、まあなんとかなると思っています。側面にある小さな出窓をたくさん作っていきます。
セル画だとものすごい数の出窓があったり、配管があってかなりスチームパンクのような感じになっています。裏側もコンクリートが多いので白い壁を作ります。裏側は従業員のための窓が多いですね。左側、裏、右側を作った後、正面を作ります。出窓は屋根を横いっぱいにして、建物の半分以上を建物に食い込ませるといい感じになります。窓の色を変えるのを忘れずに。同じ色にしたい建物の上で新しい建物を作ると同じ色にできます。変わった形の建物にしたいときは建物同士を重ねます。アップデで一つ前に作っていた色を継承する機能も出ましたが、色を変えたいときは先ほどのやり方が便利ですね。基本的にこの建物は 3K のミニチュアアートキットを参考にして作っています。今作っているのは階段ですね。後で海にするのですが、海に続く階段は何用なのかちょっとわかりません。謎のアーチ状のレンガのへこみがあるのですが、うまくできなかったのでドアで代用しています。千尋が一生懸命登ったはしごの台を作っています。風がこの辺り強かったなぁと思っています。千と千尋は映画館で見てからその後も DVD を買って家で何度も見たのですが、意外と曖昧な記憶です。きっとこの油屋の裏側の景色も何かの理由がある感じなのかなと思います。ちなみにここの出窓はトタンが多かったような気がします。柵で作ったものは配管カバー的なあれですね。窓の屋根の色は建物本体の屋根の色と連動しているので、変えたいときは屋根を出して変えます。そのうち単体で変えれるアップデが来そうですね。千尋たちが暮らす部屋を作ります。ベランダ的なものを作るときは建物を2つ重ねるといい感じになります。このベランダで苦いあれを食べていましたね。ストーリーで重要なシーンで使われているので気になる団子ですね。上に引き上げてから窓をつけます。この状態で建物自体を下げるとドアになりません。最近の発見でしたね。やっているうちに分かったり発見したりして、やればやるほど理解が深まるゲームですね。前面に窓をつけます。このゲームのいいところは効果音が気持ちいいところでもありますね。ASMR のような心地よさがあります。はしごが柵でできないので建物の足で代用します。湯婆婆御殿を作ります。赤い部分から上は湯婆婆の住処ですね。千尋が一番最初に湯婆婆に会う場所ですね。千尋がクズでのろまでって言われているシーン、初めて見た時胸が苦しくなりました。そんな面と向かって悪口言うとびっくりした記憶があります。二連窓を縦に並べて前面につけていきます。湯婆婆御殿の裏は白い建物に緑の窓です。赤に緑って色の相性抜群なんですよね。神社とかこの色多いなと思います。いらない添加物は建物を大きくすることで排除できます。屋根を支える柱を作っていきます。建物の足を出すときは下にある建物より少しだけ浮かせると出ます。下に作ったものと同じものを上にも作ります。こんな感じになりました。ごっそり侵入した窓をつけていきます。なぜここに柱と窓があるのかと凡人の私にはわかりません。泥棒の侵入経路になる場所ですから危ないなと思ってしまいます。湯婆婆の方が強そうですけどね。これで裏側が完成です。右側を作っていきます。右側はあまり印象に残っていないので登場シーンが少なかったのか、それともさらりと映し出されるだけだったのか定かではありません。見張り台の裏に入り口があったのでつけていきます。本当は橋があるのですが最初の大きさの都合上作っていません。たまにコンクリートらしき出っ張りがあるので作ります。何らかの意味はありそうですね。下のつなぎ目が気になるので壁で全てを隠します。臭いものには蓋をしろ精神がこういう時に役立ちます。よくわからないものを作ります。コンクリートのような何か物体なのですが、名前も役割もわからず無知を晒していきます。そういえば左側の上部分を作っていなかったうっかり者なので、今更作っていきます。夢中で作っているとよくわからない部分は後回しになりがちです。コンクリートらしきものがこちら側にもあるので作っていきます。湯と書かれた旗が刺さっている小屋を作ります。タイニーグレードにも旗はあるのですが、あまりに洋風なのでここに刺すのをやめておきました。ちょっと建物が足りないので足しておきます。
ちなみに油屋は擬洋風建築という建築方法で建てられた建物です。だから和の要素満載だけど洋風っぽくもあるんですよね。タイニーグレードは西洋建築ですが、いろんな時代の建築物が織り交ざっているので、意外と和風建築っぽいものも作れちゃうんです。ますます好きになっちゃいますね。建物にくっつけた家がいい感じにならないときは、屋根の形を変えたり、家を大きくするといい感じになったりします。入り口から上を作っていきます。私が作っている油屋は入り口が中央になくちょっと傾いていますね。シンメトリーにちゃんとなっていないので、景気悪そうでごめんなさいという気持ちです。大根の神様、お白様が踊っていた場所を作ります。東北の方の神様だそうですね。養蚕の神様でもあるとともに、子供の神様でもあるそうで、千尋を助けた裏設定と言われています。この字幕をつけている時に初めて知りました。子供の時から見ている映画なのに、新しい発見があるジブリ作品は本当にすごいですね。さっきの門の上部分を作ります。市松模様のある窓の出っ張りですね。屋根を反らせると和風建築っぽくなるのでおすすめ。窓は仮置き。本当は屋根を反らせたいのですが、いい感じにならなかったので丸めています。客室を作っていきます。顔出しがミラノモーダに金を振る舞っていた場所でもあり、問題を起こした場所ですね。彼は神様ではありませんが、みんなの心の中にいるものらしいですね。湯婆婆御殿を作った時のように窓をたくさん並べていきます。夜になると窓が光るので綺麗なんですよね。この客間の上が湯婆婆の家に行く玄関ホールですね。インターホンを押すと自動で部屋まで連れて行ってくれるので便利な仕様です。湯婆婆邸は先ほど作った裏のところと同じ感じで作っていきます。こんなに高いところに住んでささきも違いいいでしょうね。ちなみにこの擬洋風建築は幕末から明治初期にかけて作られた建築らしいです。文明開化の時期ですね。この時代独自の雰囲気があります。和洋折衷だけどまだ洗練されていない混沌な感じがします。裏側と同じように赤い柱を全体的に取り付けます。横の柱は10本ぐらいでした。ついに屋根の取り付けです。普通に設計ミスって湯婆婆邸がちょっと沈んでいます。私の作っている油屋の土地はちょっとぬかるんでいるんですかね。全体を選択するツールもないので微調整を諦め、湯婆婆御殿は沈んだままにします。屋根の上部分の丸いところを作っています。私が作っているのはちょっと比率が大きいですね。屋根は大きく平たくすると重ねた時に多少なりつながってくれます。満身創痍で窓を取り付けているので色が間違っています。これだからいいやと適当に窓をつけています。ごめんなさい。ここまで録画時間だけで言えば4時間が過ぎようとしています。資料とか探す時間も含めるともっとですね。2001年に映画を公開してからもう13年なので結構資料が充実していました。設定資料とか読み漁ると時間が解けますね。真夏のアイスかのようなスピード感です。ここはなんかの白い塔みたいなものがあるのですが、調べても名称がわかりませんでした。全体が出来上がりましたが、バランスが悪いところや足りない部分を作っていきます。煙突から煙を出していきます。飾りで作った方に煙突をつけてちょうどいいサイズになるようにします。上の方につけちゃうと形が崩れるので下につけます。油屋に続く太鼓橋を作ります。中央が盛り上がっている橋ですね。いい感じにするのが難しいので、段差を2つつけて3つ目を大きく伸ばします。海を作っていきます。油屋を囲むように周りを海に沈めます。油屋が傾いているのでバランスをとっていきます。後で気がついたのですが、正面以外の周りを全て作ってから正面を作った方が間違いなく綺麗に仕上がるだろうなと作ってしまったので、後のお祭りですね。この辺りかなり豪華な感じになっていますので、ちょっとだけ建物を足して色をつけて雰囲気だけでも頑張ります。お気持ち傾きが直されたので OK です。町の方の土地を上げていきます。両親が豚になった町の土地ですね。働かざる者食うべからずを破ったので仕方ないですね。ちょっ
と端が足りなかったので付け足していきます。土地を上げるより端を足した方が楽です。屋根の軒がほぼない状態なので、軒が出るように屋根をさらに足します。柱が出ないように軒を作るのが結構大変なので、ここの屋根は3層くらい作っていますね。屋根を平たくして少し反らせて大きくすると、少しだけ他の屋根とつながりが気になりにくくなります。取りの巣は仕方ないですね。これで完成です。タイニーグレードで千と千尋の神隠しの油屋を作る企画はいかがだったでしょうか。街の再現も見てみたいなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。